世界チャンネルのコウタです。タイです。今回は9割の人が知らない世界一わかりやすい海外移住完全講座をお送りしたいと思います。イエーイ。私はあなたにぜひとも海外移住というのをしていただきたいと思ってます。このチャンネルに集まってくるぐらいですから、もう海外移住したい、もしくは興味があるということがほとんどだと思います。今日はどうやったらそれが可能になっているのか、それを分かりやすく説明してまいりたいというふうに思います。はい、それでは行きましょう。レッツゲットスターリット世界移住チャンネル。はい、これからお伝えすることは世界一わかりやすい超簡単な海外移住4ステップというのをお伝えしたいと思います。何かというとすごく簡単です。まず1、パスポートを取る。2、片道航空券を買う。3つ目、日本の家を引き払う。4つ目、海外の家を借りて住む。以上でございます。ありがとうございます。それではまた世界中でお会いしましょう。See you around the world。早い早いっていうね話で、こんなことねできるんだったら誰でもやってるぞという話なんですけどね、今日はもっと詳細にそのステップを語っていきたいというふうに思います。でこれにはね、海外移住成功させたい時には7つのステップをぜひとも踏んでいただきたいというふうに思います。我々もそうでしたということで、ぜひともやっていただきたいと思うんですね。それでは海外移住の始め方7ステップ、その1つ目は、それは絶対に海外移住するというふうに決めるということです。これが一番大事です。意外とみんなね、やりたいんですよって言うけど決めてない人いっぱいおる。決めてない、もう心から受けて何が何でもやるというふうに決意することが大事なんです。なぜならば日本人のあなたにおいて海外移住なんて必要じゃないんですよ。全然必要じゃない。安全にね。日本っていうのは本当に最高に暮らしやすい国、安全でご飯も美味しい、なおかつ大事なことが仕事があるんですよ。ほとんどの人今仕事がないという状態はあんまりないんですね。もう人が足りないぐらいなんですから、何らかの仕事は必ず見つかる。しかし海外行くとそうもいかないぞということで、リスクがたくさんあるわけです。でもここにいらっしゃる方々はそれでも海外移住に興味があるっていう方ですよね。昔から夢だったとか、あるいはそういうのもありかもしれないというふうに思っている方はぜひともやっていただきたいんです。そうですね。そのためには心から決めるということが必要なんです。決めるの怖いけどね、恐怖が出てくると思うけど。いや本当に恐怖なんですよ。で私がなぜここまでやっていただきたいと思うのかというとですね、実を言うと海外移住すると苦労は3倍になります。真実を言うといろんな問題なんて、日本ではスムーズにいく問題がこっちではスムーズにいかないみたいなやつね。またこれもね詳しくどっかでお話ししたいなと思いますが大変なことありますよ。そりゃ日本に生活したら全部日本語が通じる、あるいは役所がやってくれる、警察部がなんとかなる、病院もちゃんとしてる、もう完璧なんですよ。だから苦労は3倍になります。でも楽しみ、幸せ度、これが10倍になるというのが我々が体験したことなんです。もうはっきり言いましょう、世界は魅力にあふれていると。いや本当そうですよ。ですからぜひ達成していただきたいですし、もう何が何でもやるという決意こそが大事だということで決意していただきたいというふうに思います。それでは海外移住の始め方7ステップ、その2つ目は、それは旅行をしてフィーリングをつかむということなんです。そうだね。それでだいぶなんか雰囲気わかるもんね。やっぱり行ったことないところに住みたいと思ってもなかなかやっぱ実感がつかめません。行ってみたら違ったってこともあるかもしれません。本当にこれは合う合わないがあるんですよ。確実に。世界中に日本人の方住んでますけど、その人はそこがいいなと思って住んでいるわけですね、ほとんどの方が。でそれはフィーリングがあったわけなんです。で合う合わない我々にもありますし皆さんにもあるので、ぜひそれを確かめに旅行をまずねしてみるということをやっていただきたいと思います。ビジネスやってる人でさ、海外で起業したいって人は、逆にそこのさ土地のなんか成長具合みたいな、エネルギーとかね、エネルギーとかその未来性みたいなものを感じるっていう人もいるかもしれないしね。自分にフィットするっていうだけじゃなくてね。あとは人の話し方、なんか表情とか人柄とかも国によって違ったりしますし、宗教の問題があったりとか、お酒のね問題、イスラム教の国が難しいとかそういうのもありますから、そういうのも生活するうちに分かるようになりますので、ぜひともそれを掴んでいただきたいなというふうに思います。それでは海外移住の始め方7ステップ、3つ目は、それはプチ移住をしてみようということなんです。これが一番旅行ともう分けるもの、ここが本当に移住に向けて動き出すだなっていう瞬間なんです。そうだね。旅行ってやっぱりガイドブックを頼りに、ガイドブックに書いてあるといえば楽しいは楽しいです。でも生活となると全然そんなことないんですね。
場合によっては SIM をつながなきゃいけなかったりとか、あるいは役所の手続き行かなかったりいけなかったりとか、いろんなことがあったりするわけです。あるいは普通の家というのはどういうものなのか、スーパーがどんな感じなのかというのはなかなか旅行ではつかめないということで、まずは普通の家をできれば Airbnb で借りて住んでみていただきたいと思うんです。で、場合によってはゴミの捨て方どうなのかとかね、戸惑ったりしますし仕分けはどうするんだとかね、ありますから、そういうのも全部含めてちょっとプチ重してみる。そうだね、観光地とかに行ってる場合じゃないんですよ、最低でも1週間以上同じところに住んでみる。そうそうそう、で普通に生活を可能ならば1ヶ月、本当になんか有給とか使ったりとか、1ヶ月間住んでみよう。特にワーケーションができる方はこちらでもね、海外にいてもできたりするので、パソコン持って1ヶ月間住んでみるということをやってみていただきたいというふうに思います。でこの時に大事なのが、例えば物価調査だったりとかね、大体の感じ住んでみたら、あるいはスーパーのどれくらいのものがあっていくらぐらいなのかというのを掴んでいただいたりとか、食生活はどうなのか、これかなり大事ですよね。それが合うかどうかが結構ね、すごい。だからもうローカルの人の行くところにもちょっと行ってみて、それで合うんだったらめちゃめちゃラッキーですよね。すごく安く美味しいものが食べれるということで、いろんなところに行ってみていただきたいなと思います。で観光地では行かないところちょっとね、小道に連れてランニングしてみたりとかっていうすると、またいろんな側面が見えてくるということなので、ぜひプチ移住するということをやっていただきたいなというふうに思います。ぜひぜひ。それでは海外移住の始め方7ステップ、4つ目はそれは現地の人に話を聞こうということです。現地に住んでる日本人の方ですね、日本人の方にぜひとも話を聞いていただきたい。つまりあなたの目標を叶えた、すでに叶えた人の話を聞くというのがどんなことをやるにもすごく大事なことですから、ぜひね、例えばマレーシアクアラルンプールに住みたいと思ったら、そのクアラルンプールに住んでますという方を訪ねてですね、ぜひ話を聞いていただきたいなというふうに思うんです。連絡取ってもらってね。で大事なことが複数人に聞いてくださいっていうことなんです。その人の立場によっていろいろありますから、で例えばその人が自分が起業家なのに相手が駐在員だったりすると、全然ビザの種類も違うし、会社からの保証も違うし、もう全然やり方が違ってくるので、できれば近い環境の人、あなたが会社員ならばで駐在で行きたいならそ駐在の人、あなたが起業家であり起業家と知り合いたいなら起業家と話すということが大事ですということで、ここはその道のプロ、たゆみさんにちょっとお伺いしてみたいと思うんですが、まず現地の人とつながりたいという場合は、かつてどんなことをされてきましたかということをお聞きしたいんです。かつて、10年ぐらい前ですかね。私は、まずタイとかの場合だったらネットでタイ交流会って調べて、そしたらタイで交流会開いてる日本人の人がいたわけ、でその人を調べると、なんかいろいろと主催してるとか、いろんななんか現地で会社経営してるんだっていうのが分かって、その人の名前を今度フェイスブックで調べて、いきなりメッセージを送って、我々こういうものですと、で今度タイに行くのでお会いできませんかっていう感じで連絡を取るみたいなことをしました。そうですね、だからこれで大事なのが相手にとって迷惑をかけないことなんですね。必ず会うべきだみたいな感じでも断られるのが当たり前だっていう考えでお伝えして、もしよろしければっていう感じでやると結構会ってくれたりして、私もそれでハワイに知り合いができたりとか、オーストラリアに知り合いができたりとかいうことがありますんで、丁寧にお話をすると。でもう一つはメディアを持っていると一つこれは有効です。自分ってどういうものかっていうのが一発で分かるからね。YouTube やってますとか SNS はこうですという形で、それを見てもらえば大体この人の人柄だったり活躍度が分かるなと。例えば本を書いてますとか、そういうことをお伝えする何かを持っていくとすごくいいので、ぜひ前も言った通り発信をするということをやっていただきたいな。でさらに、我々いつもねもう大好きだってお話しているワオジェっていう組織がありまして、これは世界に住んでいる日本人の起業家ネットワークということになりますので、今世界中30カ国ぐらいかな、に支部があるんですね。で例えばクアラルンプール支部、バンコク支部とかね、インド支部ですかね、バンガロール支部かっていうねのがあったりとかして、シンガポール支部とかありますんで、そういったところの定例会というのを毎月やってるんで、これはゲスト参加できたりするので、ゲストとして参加して、交流会もありますので、そこで名刺交換などして話を聞いてみるというのも一案かなというふうに思ってます。めちゃくちゃいいと思います。きっと他にもねいっぱいいろんなさ、組織があると思います。そういう組織あると思うし、ほら英語のさ、なんだっけ組織、トーストマスターズ。そうトーストマスターズとかやったら現地のトーストマスターズ、現地の日本人はあんまりいないけど、日本人はあんまりいないか。で現地の人の話が聞けるから、英語もし喋れる人がね、あなたが喋れるならトーストマスターズで人脈作るっていうのもありかなと思います。
それでは海外移住の始め方7ステップ5つ目は、それはビザについて調べようということになります。これは超重要ですね。超重要であり最難関かもしれません。もうこれさえ取れて、あとお金があったらもう GO ですよね。そうやな。もうそれぐらい一つ重要なポイントになります。でこれはですね、例えばタイで言ったらタイランドエリートとか、あるいはマレーシアで言ったら MM2H というものがあったりして、お金が出したらある程度、例えば犯罪がないとか犯罪歴がないとかいう方であれば取れるよというような制度があったりします。もちろん審査はあるんですが、多くの人が通れるような審査ものがあったりします。何年間かのビザみたいなやつね。とかね、でも条件によっては不動産買わなきゃいけないとか、預金がこれだけないといけないとかいろいろあるんですけども、そういうのをクリアしたらできるというようなビザがあったりします。そういうようなものもありますし、近年注目されているのが各国でね出しているデジタルノマドビザというのがあるんです。タイでもありますし、マレーシアでもありますし、あるいはいろんな他の国でもありますし、検討している国もたくさんあるんですね。でそれを取ると、例えば1年まで住みますよとか、1年も更新できますよとか、あるいはうちは半年ですけど1回出たらまた半年住めますよとか、いろんなスタイルがあります。コストも安価でねいけるし、これもぜひ現地の人にもしお会いする機会があったら、どんなビザで入られてるんですかっていうふうに聞いていただきたいんです。いろんなパターンありますね。結婚してるからとか、企業から派遣されてるからとかいう形で昔から取れてて今も取れてるんだっていう方もいらっしゃいますので、ぜひビザというのは本当に最も重要なもののうちの一つということになりますので、ぜひ調べていただきたいと思います。そういうさ、なんかビザがわざわざ取るの大変って思ってる人は、我々みたいにいろんな国に少しずつ住むっていうスタイルのちょっとビュッフェ形式インドネシアのこのバリでも60日間まで住めるので、普通の人でも60日住んで1回出国して戻ってきて、でまた60日住むことを繰り返している方もいらっしゃるんですね。本当そう。そんな形も住めたりするので、いろんな生活スタイルがあるよと。そうです。で我々は最初そういうのがよくわからないから、とりあえずマレーシア来てしまえと。でそんな形で90日までいるって分かったので、それで次のうちまた探そうということでやっていったら、今や一つの地域だけ国だけで住めるのかなみたいなそんなことで耐えられるのかなっていうぐらい今の生活が馴染んでしまったと。今のスタイルがすごくいいよね。ちょうどいい刺激と、なんかこうね、飽きずに、なんかその国々いいところ取りできてみたいな、ベストな季節に来れるというのもありますので、こういったスタイルも一つ考えていただければなというふうに思います。ビザに関してどうやって調べたいんですか？まずはもうこれは簡単でネットに調べましょうというお話なんです。でインターネット、これは目まぐるしく変わります。ビザというのはある国がこれを出してました、それは2年までですのが、いきなり3年になったりとか、1年になくなったりとか、なくなったりとか、ゼロになったりとかする場合があるので、ぜひ最新の情報をチェックしていただきたいと。最新の情報はどこで、それはできる限り大使館の情報、あるいは領事館の情報、公式なオフィシャルで出しているものが望ましいです。そうだね。じゃないと情報が古くなっていたりとか、嘘の場合も稀にあります。そうやな。のでこれを気をつけていただきたいと思います。しょっちゅう変わったりするとこはあるもんね。でもう一つちょっと気をつけなきゃいけないポイントがあって、ビザを代行する、申請を代行するエージェントというのがあったりします。特にアメリカなんかではそれがよくあったりします。これがですね、いろんな企業があります。ちゃんと良心的にやってくれるところもあれば、そうではなく素人で英語さえちょっと読んだり翻訳できたりすればできて、何千円で済むのに何万円何十万円取ったりするようなところもあったりするので、それはね気をつけてよくお調べになって、どれが最適なのかということを調べていただけたらと思います。でここでまた出てくるのが現地の人なんですよ。現地の人で、しかも複数人でいろんな方にお会いしてみて聞いてみると、そんなやり方あったのかと。意外なやつあるもんね。インドネシアも D12 ビザという起業家予備軍の方用の1年間ね、インドネシアで将来起業を検討しているという方の市場調査のために住めるというようなビザがあったりして、そんなのあるんだっていうふうにねなったりするので、ぜひねその国ごといろいろありますので、現地の人とお話を聞いてみていただきたいというふうに思います。それでは海外移住の始め方7ステップ6個目は稼ぎ方を決めるというお話です。人によってはこれが一番重要って思ってる人いるんじゃないかな。そうですね。特に我々のようないろんな国に数ヶ月間住むという場合は、もうほぼこれだけでいけると。これとあと健康状態さえ OK ならいくらでもいけると
いうような状態になってますので、ぜひこのどうやって稼ぐかというのをしっかり考えていただきたいと思います。現地で仕事を見つけるというのももちろんありますけれども、これからじゃあどういう仕事の種類があるんだというのがね、私の調査プラスいろんな人にもう1000人近くお会いしてきた中で、そのパターン分けをしてみたんでお話をしてみたいと思います。まずその1つ目が現地就職という、一番典型的なパターンですね。ちゃんとビザも出るしね、それやったら現地の企業に雇われるということで、これ難しいなと思ってる方がいらっしゃると思うんですが、これも以前からお話ししてる通り意外とあるぞというのが、結論なんです。もちろん会社によって給料は違ったり能力によって給料は違いますけれども、英語ができたり現地語でできたり、あるいは現地のなんか能力があったりするとまた別ですけれども、普通の日本語しか喋れなくてもできるという仕事はあったりします。マレーシアとかはね、日本語のコールセンターです。コールセンター、フィリピンも確かあったと思います。こういったコールセンターだと日本語で受けるので日本人が必要だったりするんですね。そうなんですよね。で、現地では土地も安いですし、建てたりするのも安いので、そこでやった方があっちの社長さんにとっても安いということで、日本人を雇用するなんていうケースがあったりします。そうだね。あれは一番すんなりそのまま働けるんじゃないか。そうですね。スキルとかあんまなく。ぜひこれも例えば住みたい国と就職みたいな形で検索いただくといくつか出てくると思います。一社だけじゃなくていろんな会社に話を聞いて、いけそうだと思ったらぜひ行っていただきたいなというふうに思います。で、これが一つ目ですね、現地で就職するということです。で、今回はね駐在というのはちょっと省かせていただきます。で、次は現地で起業するというパターンもあります。多くの国がですね、ある一定のお金を持ってきてもらって投資してもらって会社を設立してもらえれば、ビザを与えるよというケースは本当に多いです。それは住みにくい、ビザという意味で住みにくいとされているベトナムでも、3000万とか4000万とかかければ、しっかりとしたビザが下りると。現地の雇用を生んでくださいということだからね、あれは。で、それは国ごとによって全然法律が違います。国によっては例えばタイというのは1社建てるんだったら4人以上雇わなきゃいけませんよと。業種によっても違うよね。本人が働いてはいけませんが、いろんなルールがあったりしますので、なかなか難しい面もあったりするんですが、そのように現地で起業するということも一つあります。で、これで難しいのがですね、資金調達なんですよ。そうなんだよね。日本で例えば東京でやるってなったら、現地の銀行が貸してくれたりします。ところが海外で起業する場合、ゼロとは言いませんがほぼないと考えた方がいいです。日本からのね融資は。ですからできれば出資を受けるのか自己資金でやるのかで、ほとんどの方が自己資金最初やる方が多いです。例えば1000万なんとか貯めてここで勝負をして広げられたり、あとは日本である程度成功までいかなくても貯めたので、海外でチャレンジしたという方も結構いらっしゃいます。というわけでここでもまた出てくるのが現地の方々に会うということなんです。そうだね。いろんなパターンの人と会うと分かってくるからね。あなたが例えばベトナムで起業したいっていうんであれば、ベトナムで実際に起業している方に出会っていただきたいんです。で、我々はベトナム、例えばベトナムがありますと。で、住んでると意外と出会えたりするんですよ。しばらくするとなんとか紹介しますとか、例えば、日本から友達が来て、会いましょうってなったら私7に知り合いがいますとかね、それからつなぎますとか。で、1人につながったら大体いろんな方とつながってるパターンが多いです。日本人コミュニティ結構まとまってたりするので、何々さんね、じゃあ何々さん紹介してよって形で紹介してくれるので、ぜひその最初の1人と出会っていただきたいというふうに思います。それでは3つ目いきたいと思いますね。3つ目の働き方はデジタルノマドという私が最もお勧めしている働き方です。今の時代絶対できるやつ。これはですね、IT を活用して特定のオフィスにとらわれずに、国内外の好きな場所でリモートワークをするというようなスタイル、主にフリーランサーの方が多いです。で、デジタルノマドといってもたくさんの実は種類があるので、それを説明していきたいと思います。一つはエンジニア系です。何かというと IT エンジニア、プログラマー、ウェブデザイナー、あるいは動画編集者という形で、これ IT を武器に、パソコン一つを武器に作業して納品してお金をいただくというようなスタイル。例えば日本で言ったらクラウドワークスとかランサーズとかってね、フリーランサー向けの仕事を請け負うようなサイトがあったりして、いろんな仕事が出てるのでそれを受けてみるというのも一つかなというふうに思います。こういった IT スキルがあるよという方はもうノマド確定だよね。そうだね、別にすぐ行ける。そう、すぐ行ける。で、
私もねヨーロピアンの方あるいはオージーの方と出会ったりとかするんですね。ちらっとパソコンをこうポッと覗かせていただくと結構コードを書いてたりする方が非常に多いです。確かに。ですから彼らはそういったウェブデザイナーだったり、プログラマーだったりとかする中で仕事をしてるんだなっていうのが分かったりするということです。それで2つ目、ライター系ですね。そうね。物書きさんね、私もお願いしてるからね。海外住んでるまさにノマド生活してる人にお願いしてますけど。だから主にウェブライターが多いです最近では。ウェブライターでこういった音声をうまくサイトに載せてください、文章にサイトに載せてくださいとか、あるいは翻訳家の方とかね、そういった形でライター何かしら書くことによって儲けている方、ただこれは注意が必要で最近 AI が出てきていますということで、AI と比べてもなんか個性が際立っていたりブランドが際立っていたり、この人にお願いしたいというような能力だったり人柄だったりがあることが前提となりますので、しっかり能力を磨いていきましょうということです。じゃあ次は3つ目がウェブマーケターということで、今度はねマーケティングをしていく、どうやってリストを取っていくのか、どうやってこの商品を売り出していくのか、ネットを通じて、それを熟知している方というのはずっと生き残っていける、ネットで生き残っている方が多いです。広告運用なんかもね、めちゃくちゃさ、これ経験一回しといたらさ、どっかの会社で自分一人でできるもんね。そう、ウェブマーケッターを抑えているとかなり長い間食える。そうやんね。もちろん AI の脅威というのはここでもありますけれども、それにしても全体像を理解してきっちりとしたワードだったりとか、リストの取り方とかタイミングとか全てにおいて、理解している方というのはなかなかいないので、これができる方、SEO も含めて広告運用であるとか、SNS 管理ね、うちも受けてますけど、例えばインスタグラムの運用の方法とかね、そういったものをしっかり企業様から受け入れるような実力があったりしたら、これはかなり有力にお願いする相手としてはどこに住んだって関係ないわけですから、仕事してくれりゃいいということになりますので、ウェブマーケッターも一つかなというふうに思います。本当そうだね。だって大体の会社はさ、大体の会社とか人とかはさ、集客に困ってるわけやからさ、もうそこに関連するなんていうのスキルやったらもう絶対儲かるよね。そういう意味では社外アイデア企画室のぜひねホームページ見ていただいて、こんな授業やってんのかと、まさにウェブマーケッター会社と言っても過言ではないので、どういう仕事をやってるのか、どういう業種をやってるのか、いろんなね企業さんとともにやり取りさせていただいているので、それを確認いただければというふうに思います。そして続いて、教える系ですね。なるほどね。教える系、あなたが人に教える何かを持っている場合は、それでインターネットを通じて教えてお金をいただける可能性があるということです。セミナー講師とかで出るとか、コンサルタント、コーチとかね、ヒーラーの方もそうかもしれません。何かしら教えたりとか言葉を使って相手にお金をいただくようなお仕事ですね。いっぱいあるもんね、たくさん種類が。で、これはですね私の大得意としているところなので、ぜひともね、この教育というのをしっかりマスターすると、客単価も上がりやすいし原価もかかりにくいという傾向があります。もちろんそれは能力に依存するところはありますけれども、これの増やし方もねしっかり勉強するということなんですね。しっかり勉強して実践する。で勉強の手段というのはもちろん AI もありますし、今はたくさんのものが出ております。本とか YouTube とかもあるしね。ウェブセミナーもやっています。我々だからこそ海外に出れるというところがあって、海外にいてもセミナーが受けれたりとか、コーチングコンサルティングが受けれたりとかするので、なんとかね日本の市場にキャッチアップできているということになりますので、ぜひこういったものをやっていただきたいと思います。で他にもウェブを題材としたコンテンツクリエイターという仕事があったりします。これはまさにこれ今やっている私のこの YouTube の YouTuber であるとか、あとはブロガーとか、今ちょっとね少なくはなりつつありますが、ブロガーでなんとか食べてるよって方もいる。ノートですね。ノートで記事を売る、これも教える系の一つですね。ノートで記事を販売して収入しているという方もいらっしゃいますので、コンテンツを作っていくということも考えていただきたいと思います。で私のおすすめはですよ、おすすめはこれを複合的に組み合わせるといいですよというお話をしたいと思います。つまり私は YouTuber であり教える系の人であるわけなんですね。あるいはノートでも販売をしてますし、デジタルクリエイターとしていろんな音声プログラムとか DVD を売ってたりするわけなんです。そういったいくつもの収入の入り口を設けておくと、すごく特に海外に暮らしている場合はいいですよという話になります。でタイミさんも YouTuber は単なる一つの顔でありまして、一番のメインは社外アイデア企画室の CEO としていろんな企業様と日々やり取りをしているということで、
さっきもね嬉しいニュースが飛び込んできたということで、いろいろブランドを作ってホームページをしっかり作って、しかもお客様との関係をしっかり結んでいる限り仕事というのは入ってきます。はい、そうです。ぜひあなたと一緒にやりたいと思われるような人間性だったり技術というのを一緒に身につけていただきたいというふうに思っております。はい、はい、というわけで、このようなものですね、デジタルノマドで、さらに最後、投資家です。投資家は例えば不動産持ってます、株式持ってます、ある程度時間が自由なので、こういった海外に住めますっていう人は非常に多いです。あと海外の物件買ったりとかね、そうですね。そういう方もいらっしゃる。バリ島のね不動産王のね、ジョニーさんなんかもいますし、そんな形で、もう不動産だったり株だったり、場合によってはクリプトですね、暗号通貨に投資して、宗浜行った時にシンガポール在住の人が、もうビットコインというのはこうでこうでみたいな、全然私の人とわからない話ではあったんです。ビットコイン知ってるんですけど、あ、そういう仕組みがあったのかみたいな感じでね、学ばせていく、そういういろんな投資のスタイルがありますので、これもやっていただきたいと。私はね以前お伝えした通り、主にアメリカの株式市場、あるいは全世界の株式市場というのを見ながらやっていて、日本の中でも個別株を一部持っている、暗号資産も一部持っているというような今投資スタイルになっているということでね、日々勉強をしております。このようにだから投資家プラスデジタルノマドみたいな、でさらに YouTube もやっていてコンテンツクリエイターもありというような形にして、どんどん蓄積する形がいいかなというふうに思ってますので、ぜひ一緒にねいろんな収入の販路を作っていきたいなというふうに思ってます。それでは海外移住始め方7ステップ、最後7つ目はひとまず住んでしまおうということです。そうだね。めちゃくちゃ大事、これが。多くの人が、特に日本人は準備してから何か行動を起こそうとするんですよ。そうだね。でも私が見てきた何百人、場合によっては1000人を超える方々のほとんどがひとまず住んでみよう。そうだね。ノリできてる人多い。あるいは会社の赴任できてもう気に入りすぎちゃったんでこっちで起業するとかね。あれ奥様ができたので現地にね、奥様ができたのでこっちで起業するとかいう方もいらっしゃって、言ったら行き当たりばったりなんですよ。本当そうだよね。行き当たりばっちりとも言いますけどもこういった形で何かしら行動することによってなんかいいことが起こってきたりするんですよ。魔法がある。なんかさ、シングルマザーでさ、子供2人連れてさ、何も考えずに来ましたみたいな人とかいたりしてさ、英語も何も喋れませんっていう人も、勇気すごいよね。学校の先生と今では英語で勉強喧嘩してますとか、なんかね文句をね言いに行ってますとかいうぐらい、行けばなんとかなるっていう結構あるよね、そういうとこ。行けばなんとかなるし、行くことによって能力って磨かれてくるんですね。今みたいな交渉力が必要だったりするんです、たまに。でその時に日本でいうと交渉力が身につかないです、普通に住んでたら。もう誰とも交渉しないみたいな。クレーム言ったら相手がありがとうございますとかね、だから申し訳ございませんで終わってしまうところが、あっちはなんか言い返すというか、これは違いますとか、私のせいではありませんとかね、言った時にちゃんと言い返せるかみたいなところもありますので、そういう形で交渉力が伸びてくる。そうだね。でそういうふうにすると、私的には人間的な成長、タフネスさというのはもう確実についてくる。みんなこっちに来たらモンスターになってますから。モンスターだよ。メンタルモンスター。そう、メンタルモンスターになってきてますから。ですからこの刺激が多い海外生活というのを体験いただいて、ぜひ一緒に成長していきたいなというふうに思ってます。はい。後のことはなんとかなると。そう。まずはちょっとフラッと来てみてっていう。だから前もお話ししましたが、最低限の貯金だけあればもう来ちゃっていいぞというふうに思ってます。そうだね。で仕事がなかったとしてもなんとかなるし、もう最悪帰って働けばいいんだよ。いくらでも日本にはもう仕事あるから。そうですよ。今では。というわけで、ぜひとももうとにかく来てしまうと。今までね6つお話ししてきて、これが7つ目ですけど、もう他6つができてなくてもまず来てしまうと、ある程度貯金できたと言ってしまおうという形で来ていただければというふうに思っております。本当に楽しいですから。めっちゃいいですよ。でいろんなねチャンスもこれによって広がってきて、タイミさんなんかも今度、抹茶をね売り出す事業をねお手伝いするというのは、こちらに住んでいたからこそなんですよ。そうだね。海外展開のお手伝いをするということで、いろんな可能性出てきますので、ぜひとも一緒にチャレンジして、また世界中でお会いできたらというふうに思っております。以上、本日は9割の人が知らない世界一わかりやすい海外移住の始め方完全解説をお送りをいたしました。ぜひまたね、あなたと世界中でお会いしたいと思います。それではまた世界中でお会いしましょう。See you around the world! バイバイ。この動画をご覧いただきありがとうございます。コメント、高評価お願いします。ホームページ、メルマガ、X などやっております。詳しくは概要欄にて見てください。
動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world!